ビクラブリオです。ということで、かなりね、強烈なサムネイルで今回撮ってますけども、アヤワスカで自殺者が出てしまいましたというサムネイルで今回は動画を撮っています。はい。改めてね、2023年、10月現在、どんどんアヤワスカが広まっていってですね、俺がアヤワスカを飲んだのは2011年、今33歳で21歳の時にアヤワスカ飲んだんですけど、21歳の頃ですね、10年以上前は本当にアヤワスカってのはマイナーな存在で、ごく一部の限られた人しか知らないっていう存在だったのが、今やいろんな有名な YouTuber とかがこう発信して、アヤワスカってかなり浸透して、アヤワスカ飲みたいって人もたくさん増えてきているっていう中で、ちょっとアヤワスカが美化されすぎちゃってるんじゃないかなと。俺自身アヤワスカ飲んでいいことももちろんあったんですけど、ペルーから帰ってきて俺7年間うつ病だったんですね。っていうことも踏まえて、アヤワスカを飲んで自殺してしまう人、アヤワスカの危険性についていいところばっかりこうみんな出してるような感じがするんで、改めてこのシャーマンリオのチャンネルでアヤワスカのネガティブな側面にフォーカスを当てて話していきたいと思います。改めてこのチャンネルシャーマンリオは、締め付けが苦しい現代日本人にとってサイケデリクスがとっても有効にストレスを解消してくれる自己解放のメディスンであるということを、一人でも多くの日本人の魂を解き放ちたいという思いでこのチャンネルをやっております。普段よく見てるんだけどチャンネル登録してないって方まだたくさんいると思うんですけども、ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。最初に告知なんですけれども、12月の2日土曜日大安の日に山梨県のピラミッドセンターっていうとっても素敵なパワースポットでビッグラブギャザリング DMT 大解放っていうイベントがやります。このイベントはシャーマンリオが出しているオリジナルの CBN を摂取して、 CBN を摂取した状態でブレスワークだったり瞑想すると、普段よりも内因性 DMT が出やすくなるっていう、この内因性 DMT ってのは、 DMT ってのはアヤワスカの幻覚成分と同じで、わざわざアヤワスカを飲まなくても私たちは脳内の DMT でトランスすることができるっていう。この日摂取するのは CBN だけでブレスワークをしたり、みんなで瞑想したり、ダンスのセッションをしたりして、どんどん深く全員でサイケデリックにトランスしていくっていう、そんな我々誰しもが脳内に持っている内因性 DMT を解き放つっていうイベントを開催します。以前の動画で紹介した助産師の森田萌さん、この日ブレスワークのガイドで皆さんの DMT を促してくれます。こういう瞑想会とかセッションイベントとか参加したことないっていう人も大歓迎なんで、興味ある方はぜひね、概要欄をチェックしてみてください。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、なんでそもそもこの動画を撮ろうと思ったかっていうきっかけがあって、それはサマーラブカレンというね、同じくメディスンの発信をしている YouTuber の魂の仲間のチャンネルで、俺アヤワスカを飲んでうつ病になった話をしたんですね。で、彼女とは12月28日にコズミックアースっていう名前のフェスを横須賀で開催して、250人動員する大成功の、もうすごい地球上にこう宇宙を作り上げちゃう、もう本当に高波動な素晴らしい空間に、みんなが解放されてる表情が本当に印象的な、そんな幸せな一日になったんですけど、その10月28日コズミックアースの最中に俺トイレで行ったら、たまたまトイレで一緒だった男の子が話しかけてきて「リオさん動画見ました」と。実は俺もペルーでアヤワスカを体験してきたばっかりで、正直日本に帰ってきてからもうめちゃめちゃ鬱で、もう死んだような毎日を送ってたと。でそのタイミングでカレンさんのチャンネルに出てるリオさんの動画、俺がこうアヤワスカ飲んだ後めちゃくちゃ鬱になっちゃったっていう話を見て、すごく救われて、今日この日この場までやってきましたっていうフィードバックをいただいたんですね。でその彼以外にも実はそのカレンの動画経由で「リオさんほんと救われました、私も実はアヤワスカ飲んでから鬱で、俺もアヤワスカ飲んでから実は鬱で」っていう人結構いて、で俺のチャンネルでこうはっきりと発信することで、なんかもっと多くの人、これからアヤワスカを飲もうかどうか迷ってる人も一度はこれを見てから決めてほしい。でアヤワスカを飲んで
もしあなたが今鬱になっているのであれば、なんかこの動画をきっかけに救われる人がいるんじゃないかなと思って今撮ってます。で、実際俺が知る限りアヤワスカを飲んで自殺してしまった方ってのは3人くらいいまして、正直そのどれくらいの因果関係があるかわかんないです。その飲んだ直後翌日に自殺したとかじゃないんで、はっきりとアヤワスカが 100% そのね、自殺してしまった原因になったと断言することはできないんですけど、でもやっぱり話を聞くとペルーから帰ってきてから自分のエゴだったり欲望だったり三次元的なお金だったり物質っていうものを極端に否定しすぎてしまって、どんどん抑うつ状態になっていって最終的に死んでしまったっていうパターンがほとんどで、実際俺もそうなってたんですよ。以前の動画21歳のアヤワスカ体験っていう動画で赤裸々に全部を語っているんですけども、まだ見たことない人はぜひね、そこでどういうトリップをしたかっていうのは今回走ります。本当に凄まじい体験をしたんで、まだ見てない方はぜひそっちの動画も見てほしいんですけど、俺21歳でアヤワスカを飲んで、日本帰ってきて、俺ミュージシャンなんですけど、一番最初に作った曲ってペルーに行かないでって曲を作ったんですね。あなたをペルーに行かせたくないっていう曲を作ってて、もうそれだけ怖かったっていうか、もちろんそのワンネスの世界は本当に美しくて広大で素晴らしい世界だったんですけど、それと同時にその自分の自我の小ささを知る、自分の自我が溶けてなくなる、エゴが死ぬっていう体験はちょっと言葉では説明できない感覚があって、でそのワンネスっていうのは何かっていうと、その自他の境界線がなくて全ては一つ、もう私とあなたは今こうやって別の人として接してますけど、実は一つなんですよっていう、もう全部一つでつながってる、自他の境界線なんてないですよっていう世界がワンネスで、でもそういうワンネスのレイヤーもあれば、もちろんこの分離している自他の境界線があって、物質主義的で資本主義でっていうこの三次元的なレイヤーも同時に存在してるんですよ。いわばパラレルワールド、ワンネスの世界も存在してるし、分離の世界も同時に存在しているってのが我々が生きてるこの世界で、基本的に日本に生きてたらば三次元に生きるっていうことになるじゃないですか。すごい物質主義的だし、お金で経済動いてるし、ドアとか壁とか仕切りとかやたら多いんですよ。ところがそのペルーのジャングルってのはドアとか壁とか仕切りがない、もうジャングルの世界なわけですね。もう普通に生きてるだけでちょっとワンネスっぽいっていうか、全体性、自然と人間が共存した全体性の中にシャーマンがいて、で普段の暮らしも日本と比べたらもっともっと自然に溶け込んでると。特に東京なんて住んでたらコンクリートジャングルなわけじゃないですか。もう分離の極みに生きているのが日本に生きる現代人なわけじゃないですか。でこのアヤワスカセッションのその危険な部分っていうのは、もちろん俺はペルーのシャーマニズム尊敬してるし、大学時代の研究のテーマはシピポ族だったり、シャーマニズムっていうところを大学のゼミの課題として俺は言ってるんですね。だから当然そういう伝統的な世界観を尊敬する気持ちはあるんです。もういつが起源だかわからない、とんでもない昔からシピボ族の人たちはアヤワスカを使って精霊たちとつながりながら生きてきた。で彼らの刺繍、クヌーって言うんですけど、もう本当にもうすごーって感じのサイケデリックな刺繍を作ってクヌーって言うんですけど、それが彼らの言語だと。そういう文化とかもうすげーなって感じだし、今でも本当に畏敬の念を抱いてるんですよね、当然。ただペルーのシャーマンたちは日本を知りません。彼らはジャングルの中に生きていて、で日本がそのどれだけ分離して資本主義の中で現代人はこう抑圧が当たり前になって生きているかっていうところを知らないんですよね。だからこれはそのペルーのシャーマンが悪いとかっていう話ではなくて、当然日本に帰ってからワンネスの世界を知った上で、日本に帰ってからどのように生きていったらいいかっていうとこまでペルーのシャーマンたちは教えてくれませんっていうか、知らないので教えようがありませんっていうのが言いたいことです。だからバーって、うわワンネスすげえ、全てはつながってるで終わりなんですよ。でその全てはつながってるワンネスの状態で日本帰ってきたらどうなるかっていうと、俺の場合どうなったかっていうと、もう目に入る全ての情報が見にくくてしょうがない。コンクリート、
資本主義、物質主義、緑なんて全然ないし、都会には分離しきってる、自分と他人が。なんて醜いんだ。日本は終わってる、最悪だ、バビロンだ、ここは地獄だ。エゴはなんて醜いんだ、なんて人間の欲望は汚いんだ。こんなことばっかり考えてたんです。そりゃそうなんですよ。あまりにもオープンハートになって、わーってなった状態でバーンって日本帰ってきたら、もう全てが毒と言っていいぐらい、かなり人間にとって負荷がかかっている状況に私たちは生きている。それが現実なんですね。なんで本当だったらば、そのバーってワンネスを感じて終わりじゃなくて、もっと自分の体とつながって終わる。要はちょっとスピリチュアルな話になっちゃいますけど、すごいサードアイっていうかな、サードアイとかハートチャクラとか、上の方がバーンって開いた状態で帰ってきちゃうと、あまりにも物質的なエネルギーに対して、分離のエネルギーに対して無防備になっちゃうんで、もっと丹田、下半身とか体とかぐっと地球につながっている状態で帰ってこないと、もう持ってかれちゃうんです、この分離のエネルギーに、物質主義的なエネルギーに。なんで例えば俺は海外でサイケデリックセッションをやってるんですけども、サイケデリックセッションが終わった翌日は必ずヨガ的な動きだったり、自分の体とつながる丹田を鍛えるようなワークを取り入れて、自分の体に戻ってくるっていうのを取り入れてるようにしてるし、あと日本で生きる上で生きづらいことが出てきちゃったら、いつでも連絡してきてねみたいな風にしてるんですね。ワンネスの世界は本当に圧倒的強大な、もうすごい世界なんで、崇拝しちゃうんですよ、無意識に。もう本当にこれが全てだと、これが全てだってなって、物質的な次元を否定するようになっちゃうんです。でもそれって正しいことじゃないんですよ。今この瞬間が全てなんですよ。ペルーで感じたワンネスってのをあまりにも信仰して重要視しすぎてしまうあまり、日本に帰ってきてからの今ここがあまりにもおろそかになってしまう。今ここを否定しちゃうんです。日本終わっている、バビロン、エゴ、汚い、欲望、マジで汚い、終わってる。今ここが全てです。何度も言います。これ大事なことなんで何度も言います。今ここが全てなんです。今ここを否定する、今の自分、今置かれている自分の状況を否定するってことは、世界の全て、宇宙の全てを否定するっていうぐらい、とっても苦しいことです。いくらワンネスの世界が美しいからといって分離がいけないってわけじゃないんです。分離してるから歩み寄ることができるし、物質主義だから、例えば俺なんて楽器をね演奏するのも物質があるおかげ、肉体があるおかげだし、資本主義もね、今みんなが持ってる、例えばこのカメラとかこの服もお金で買ったもの。お金を否定して何になるんですかと、感謝して使えばいいじゃないですかっていう話なんですよ。なんで改めて、今ペルーから例えばアヤワスカを飲んで鬱になっちゃってる人、とにかく今に感謝するところから始めてください。もう何でもいいです。ほんと些細なことでもいいから、息が吸えることとか、体があること、目が見えること、音が聞こえること、匂いが嗅げること、食べたら美味しいこと、お風呂に入れること、水が出ること、当たり前のことに感謝すること。俺はそうやって直していきました。で最後になるんですけど、俺はペルーのシャーマニズム、正直今受けたいかって言われたら今受けたくないです。あれはすごくインナーな世界、自分の内側にバーンって入り込むシャドーワークというか、もう夜中の12時に始まって真夜中一晩中シャーマンがイカロろうそくの明かり一本で本当にね、イカロのメロディーもね、ほんと神聖な感じがするっていうか、すごい高次元な感じがするメロディーを夜中の12時からずーっと聴かされ続けるっていうのは、本当にとことん自分と向き合うっていうことで、結構自分と向き合うっていうのは俺も散々やってきてるんで、今はもっと人とつながりたいっていうか、高次元のワンネスじゃなくて、あなたと私分離しているっていうところから歩み寄っていくワンネスみたいなものに興味があって、だから俺が次受けるとしたらサントダイミっていう
それはブラジルのアヤワスカセレモニーがあるんですけど、実はサントダイミ俺何回か参加したことがあるんですけど、サントダイミはみんなでアヤワスカを飲んで歌って踊るんですよ。真ん中にマリア像が置いてあって、キリスト教から派生してる文化なので、みんなでアヤワスカ飲んでハイになって歌うもんだから、変なところに行きづらいっていうか、ペルーのシャーマニズムに比べたらもっともっと人同士でつながる、みんなで作り上げる。サントダイミは「ナスタゲーワナナナナナナナゲラナナナ」みたいな感じでみんなでその場のワンネスを作り上げていくって、俺はそっちの方がおすすめです。あくまでこれは趣味の問題っていうか、確かにビジョンとかはっきりいろんなもの見えるのはペルーのシャーマニズムの方なんですけど、危険性もありますよと。でそれに比べてサントダイミの方がみんなでつながるっていう意味の安全性は高いのかなっていうふうに思います。これは本当にあくまで一個人の意見なので、あまりにもペルーシャーマニズムあまりにもアヤワスカイコールペルーっていう風になりすぎちゃってるんで、もちろんアヤワスカ発祥はペルーなんですけれども、果たしてそれが現代に生きる日本人にとってベストなアヤワスカセレモニーなのかどうかっていうのは俺はちょっとわからないです。俺にはシャーマンリオもね、いろんなギャザリングだったりセッションセレモニーを開催してるんで、興味があるって方はね、ぜひ12月2日のビッグクラブギャザリングチェックしてみてください。それから法律に触れない形でサイケデリックセッションも行っております。こちらを開催するときにですね、テレグラムの方に情報を流すので、興味あるって方はテレグラムの方もチャンネル登録してもらえたらなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。最後にビッグラブをお送りして終わりたいと思います。本当あくまでやっぱアヤワスカはね、鍵の一つっていうか、必ずしも全人類に必要じゃないし、アヤワスカを飲まなくていい人もいっぱいいると思うんですよ。必要な人にアヤワスカが届いて、それで救われる人がいるんだったら俺はとっても幸せで、俺もアヤワスカを飲んで7年間ぐらい鬱になったんですけど、でも結果として今の俺があるのはやっぱりアヤワスカを飲んだだけじゃなくて、それで鬱になってこの分離に対する憎しみ、自我エゴを憎んでいた、絶望していた人間の欲望とか資本主義とかそういったものに絶望した時期があったから今のシャーマンリオがあるのであって、だから俺はアヤワスカ飲んでよかった、アヤワスカ飲んでうつ病になって俺はよかったと俺は思ってます。だけどそれをあまりにも美化して、いやアヤワスカ飲んだら最高になれるよね、一発でもう人生変わっちゃうよなんて俺は言えないわけです。アヤワスカを飲んでうつ病になった人がこうやってサイケデリックを発信しているっていうこと。はい逆にね、アヤワスカ飲んで鬱になったからサイケの発信をできるんだと思う。俺は痛い目見てるでも痛い目見てよかった、人生変わった、一人でも多くの日本人が自分らしく豊かに愛を感じて生きていけることを俺は祈っています。最後にビッグラブをお送りして終わりたいと思います。画面の向こう側の皆さん、これからアヤワスカを飲もうと思っている人も、もうすでにアヤワスカを飲んだっていう方も、ぜひ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 画面の向こう側でこのビッグラブね、手をかざせばきっと感じる人は感じると思うので感じてみてください。それではいきます。ビッグラはい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you guys for next. またねー。あなたをペルーに行かせて